覧の通りはい、よです。ろしくお願いします。お願いします。ほどいていいですか？はい、これでやってきました。ああ、難しいやつ。なるほど、なるほど。はいはいはい。もう収集がつかなくて。収集がつかなくて。はいお夏白髪染め始まったんですけれど、お結局伸びる量が早くて、なるほど。もうどうしていいかがわからない。まあでもですね、白髪染めを使わずにいけますね。はい。明るく。明るめ。うん。だとしたら白髪がちょっと染まりが半分ぐらいでよければって感じなんで、全然いいと思います。それこそこのライトと馴染んでいくかなと思うんで、前髪も癖強いです。すごいんです。すごいんですよ。こうするとやばいことになります大ね。変です。ね、毛先もちょっと硬いですね。もうすべてが硬いんです。美容師さん泣かせの髪の毛って言われてて。時間はかかりそうですね。そうです。いつも5時間座ってま5す。時間。もう頑張ってくださって。は了解です。宿毛矯正しましょう。い。ですよね。つべこべ言わずに宿毛矯正です、これは。うんはい。で、先の先はちょっと切らないと厳しいかな。あと、もうここら辺の量がめっちゃ多いですね。すごいんだ。調整がバシッと決まんないと、うん正直透けないんですよ。あバシッと決まれば透けるんで、うんなんかそこら辺をちょっとやりたいなっていうのと、ずっと通ってた美容師さんがいた。そうなんです。ちょっと私都内に引っ越してきてしまったんですけど、はいこの美容師さんはずっともう30年お宿毛矯正素晴らしい。ですごい頑張ってくださって、うんうんうんその方に通えないんで、もうどちらから？栃木だったんですけど、栃木3日前この美容師さん手を使ってました。あ出てました。びっくりしちゃった。すごいすごい。そうありがたい通えないんですよ。ちょっと場所的に遠いので、小山とかだったら近いんですけどね。栃木でもちょっと離れた場所に移動してるので、なるほど。バシッと決めましょう。お願いします。はい、はい、もうさっきも言いましたが、つべこべ言わずに宿毛矯正します。はい、わかりやすい癖ですね。動画で伝わるかわからないんですけど、結構硬いです。硬い。多分宿毛矯正すごい頑張ってやってくれたその栃木の美容師さんも頑張ったんだなっていうシャキンと感があるんで、もうちょい柔らかくしていきたいなっていうのと、でもとにもかくにもここの癖が伸びないともう話にならないと思うんで、で、ハイライトが入ってる白髪染めしてるっていう部分なんで、ここは完全に綺麗にしていきたいなと思います。さささっといきましょう。まず、シャンプーでしっかりといろいろ落として、10.5でチェンジリンスして、まず、プレボージョンさせます。10.5のクリームで、アルカリに1回振ってあげることによって、少し還元剤が効きやすい状態を作ってあげる、プラス、ネオメトクリームに入ってる酢酸ナトリウムが、残留アルカリを有利してくれるんで、白髪染めとか、結構時間が経ってるんで大丈夫だと思うんですけど、少しでもこういういらない成分っていうのを出してきてもらいます。岩崎さんお願いします。はい、そんな感じでシャンプレシャン 10.5 チェンジリンス上げてきてもらって、今後頭部だけちょっとハーフドライした感じですね。こんな感じ。こういう癖はしっかりと還元させないと絶対に伸びないし、柔らかくもならないんで、ちゃんとしっかりめの還元剤でいきます。ただ、今までみたいにね、アルカリ矯正の結構強いやつでやると、やっぱりどうしてもビビり箇所が出てくるんですね。例えば、もみあげ、顔周りとか、そういうところ。あと、ここちょっとあれですね、ビビりバチですね。ちょっと傷んでますね。そう。こういうところっていうのが出てくるんですけど、今回はビアルカリですね。ビアルカリ宿毛矯正でいきます。襟足とかもちょっとざらつきがあるんで。ビアルカリなんだけど、還元値はそこそこ保ったまんま、パワーをすごい最強にはしないで、ゆっくりじっくり時間をかけてやっていく感じでいきます。はい。薬剤、こちら。さすがにちょっと量はしっかりめに作りました。はい。ヘオメト 10.5 クリームですね。主成分がアルギニン。一番優しいアルカリ剤ですね。エブリン酸、グリオキシル酸、グリ誘導体など、あとファイバーハンスとかですね。有効成分がたくさん入ってて、それを掛け合わせてしてる不安定なクリームですね。もう安定したクリームじゃない。不安定なクリームなんですけど、ここにネオメテオのインクラインですね。ジオグリコール酸シスタミンを主成分として、あとはシルクとかでより保湿性を持たしたものになってて、これとこれを掛け合わせることによって、この不安定な処理剤たちが一気に働いてくれるんで、かなり優しい宿毛矯正剤っていうのができるんですけど、そこに今日はそれだけだとちょっとパワーが足んないんで、リトーノの H ですね。これは普通のアルカリ矯正、チオのアルカリ矯正なんですけど、こちらを変化します。でもって比率が1対、これを1に対して、インクライン 20% ですね。インクライン 20% に、リトーノ H を 10% がこちらにあります。で、先、ストレート部。すでにされているところに関しては、若干の癖戻りがある。プラス、ちょっと硬くなってるんですね。結構硬くなってるんで、かなり柔らかくしたい。プラス、ハイライトがかなり多数入ってるんで、そこも保護したいっていうことで、はい、これ、ちょっと黄色く見えるのは、コネクターです。まず、こちら、メインが 7.0 クリームですね。さっきの 10.5 クリームに対して、pH を7に調整したやつです。要は、レブリン酸などの配合量が多くなってる。全部主成分というか、配合成分は全く一緒なんですけど、こちらの方が酸成分が多く入ってて、pH7、水と同じ pH ですね、になって
ってる商材になってます。これにインクライン入れる。これで宿毛矯正剤の優しい方ですね。アルカリじゃなくて、髪の東電点である pH5.5 ぐらいの宿毛矯正剤をまず作ります。そこに、やっぱりなんだかんだケラチンがないと補修はできないんで、このメテオのコネクタ、活性ケラチンって言って髪の内部にしっかり結びついてくれるケラチンっていうのを使います。比率は1に対して 10% と 30% ですね。はい。入れてるんで、ちょっと黄色くなります。はい。っていう感じでちょっと塗っていくんですけど、今日は手袋します。やめろ。自分から出してきたんじゃないですか。美容師あるあるでロールブラシに刺しました。超痛いやつ。で、そのまま調子乗ってパーマとか巻いてたら、ちょっと腫れました。なんで今日は保護しながら行きましょう。はい。っていうことで、ブロッキングですね。基本的に表面の毛とかは、ブローとかもするだろうし、紫外線にも浴びるんで、酸化はしやすいです。酸化というか還元はしやすいです。一番還元しないのが、この、真横から見るとわかるんですけど、ここのボリュームですよね。ここがストレートにならないと絶対に綺麗にならないんで、ここをしっかり重点的にいくようにします。で、表面だったり、顔周り、もみあげとかはかなりゆっくりでもいいんで、まずはこの一番伸びないところ、宿毛矯正やってもなんか伸びないなって思われるところをブロッキングして、で、センターとバックサイドで分けます。こうして、ここです。ここをまず伸ばしていきたいんで、襟足とかはダメージ溜まってるんで、さささっとつけちゃいます。よいしょ。左手は無傷なんでそのままいきます。で、こうして、でちゃんとディバイディング見極められるように、これですね。ここまでつけます。はい、そしたら次、取って、でこっから先はもう襟足よりは髪の毛が確実に太くなるんで、ちゃんと根元まで攻める。根元につけなくていいんですけど、ちゃんと攻めて、裏も塗って、横結構抜けがちなんでしっかり塗ります。で、しっかり塗ったら、お振りをしっかりですね。ディバイディングを見極めるとこまでやって、で、この後揉みます。力入れて揉んでるというよりは、薬を馴染ませるように、ここでカラーの乳化、シャンプー台でするときあるんですけど、それぐらいの力ですね、優しく左右に動かしてあげることによって、より浸透させます。宿毛矯正の薬はね、物理的なテクニックもしてあげると、より効果的に働いてくるんで、やってみてください。特にこういう癖のお客様とか、モデルさんとかは、相当効果的になります。次いきますね。はい、塗って、で裏も塗って、横チェックして、次、ディバイディングを見極めて塗る。塗ったら、しっかりと浸透させる。これの連続ですね。こうして、お振りを本当にしっかり、こんな感じ。はい。これで、まず全体いこうかなと思います。全体もう、もみあげも襟足も外さずにそのままいきます。さあ、難易度高いと言われた。そんな高くないです、実は。そうですか？はい。今、最新の薬があれば。そうだと思います。もうね、高校生の時は昔は板でビーっていうやつをやったりとかして、はいはいはいはでも今の美容師さんに出会ってから30年なんですけれどい。も、はいはい。ももう勉強熱心な方でやはり、もうメテオも導入されて、ありがとうございます、本当。でももう座ると思った通りにやっていただいてたの。どこら辺ですか、栃木の。鹿沼市っていうところなんですけど、やばい、わからない地名が出てる。あ、そう栃木知ってんのは、でも、そっか、宇都宮、小山、うん足利ぐらいしかわかんないか。那須は違う。那須もそうです。ですよね。他なんかわかる。ありません。ですよね。栃木どこにあるか知ってんの？よかった。知らない人多いんですよ。絶対知らないです。うん絶対知らないですよ。これ、どこ？あっちらへんですよ。あっち新橋だけど大丈夫。あっちらへん。神奈川方面だけど。あっちらへんからおあっち高速乗って。高速乗ってるね。ここから乗れますよ。確かに確かに。しょうがないじゃないですか。車移動だったんで、ちょっと小山に行くのにはあ、そうなのね。寝てるだけなんです。おいおいおい、一回お前新幹線で行ったじゃん。新幹線で行ったんですけど、小山までって指定席ないじゃないですか。あ、ないのかしら。そう。宇都宮とかでしたら。そうなんですよ。ねだから、まあ、じゃあ、一回小山まで50分ぐらいですよね、確か。新幹線乗っちゃうと、東京駅から。 40分くらい。あ、40分小ぐらいか。山だったらもっと早いですそう、よ。早いですよね。うんなんで、自由席でいいかなと思って、うんじゃあ、出張だったんで、自由席で行くかって言ったら、うん私、自由席乗ったことそんなない言い方してないです。どういうこと座れますかって聞いた。自由です。座れました。いやあよかっガラガラでした。たしかもそれ2年前なんで、ちょうどまさに、ごめんね、だからねそう。だから、なんですかうん。いやそんな言い方してないですい。や、だから言ったじゃん、東京駅の改札で。すいません、姫。つって。自由で座れますかって自由席でもよろしいでしょうかっつって。ちゃんと聞きましたよ。自由でも座れます。営業後だし疲れて。で営業が疲れる座りたい2月だし超寒いし、寒いそれは寒い。 2月の北関東は寒いっすよ。寒いですよ。私は基本寒い時は逃げてます。逃げて逃げる。てました。 1年ぐらい矯正してないんですかね。うん、去年の9月からそうですね。ですね。10ヶ月
月ぐらいか、もう行くタイミングが取れずに、ああなるほどなるほど。で今住んでるところのはいそばの美容師さんにお願いしてこはいの脱白髪染めはいはい始めたんですけれど、どうしてもね皮膚についたりするとかぶれちゃうんですよね。カラーが、うんなるほど、オッケーオッケー。で痒くなっての量なのでなんか後ろが洗いきれない状態、それもあると思いますよ。うんは言えないんです。あそこ洗ってってい。もう岩崎にはガンガン言ってくださいね。言えなくて全然言ってください。しかもうちマーブなんで。何マブマーブっていうナノバブル発生装置がはいマイクシャンプー台ロナノバブル。マイクロのさらに小さいってことです。あそれがあるんだ。今までのその炭酸とかうんマイクロバブルよりもさらに小さくて、うんより汚れをかき出してくれるっていうか薬液の残留を防いでくれるんで。いいですね。そうなんですよ。大丈夫ですよ。任せてください。今日は余裕で綺麗になります。確かにね、難しいって言われそう。で量も多いし先ほど作った薬剤美卓、たくさん作ってくださるんですけど、はい絶対足りなくて、ああ、なるほどね。うん、2人分大丈夫そう大丈夫大丈夫です。はいはい2人分だっていつも言われます。はい。 2人分ちゃんと2人分作りました、僕。1.7 人分ぐらいですかね。足らないかも。そうそうそう。前髪をダメージをいかに少なくするかなんで、結構時間をかけて調整します今日。よし。はい、じゃあ美容師さん右にここでアルミのペーパーテックでやって、おでこの体温がいかないように熱でね進んじゃうんでコットン挟んでおきます。これまあ小さい小技ですね。足りないかもちょっと足りないかもしれない。やはり知れないちょっと足りないかもしれないですね。そういう意味での大変さはありますね。みたいですね。ね年とともにうん。薄くなるかもって最初期待してたんですけれど望みをかけたんですけど。全然薄くなります。いいことです。いい悩みっちゃいい悩み、はい新しい薬作っていい。よし。で、重ね塗りしていきます。僕がいつも、これ難しいって言ってるうん人たちほどは難しくなあい。本当に、ただ、時間はかかるなっていう。多分言うても3時間半だと思いますけどね。ほん2人でやれば。そっかそっかお二人でやっていた1だいて人やるからっても4時間あればって感じかなと思うんですけどね。 3年ぐらいちょっと3年分ですよねきっと長さ。昔は海に潜ってたのでおうすごい傷っていうか傷んでたんですよ、はいはいはい。このコロナ禍で全く海に行ってないのであららら、寂しいですうねん。ダイビングってことですかそうスキューバダイビングをやってていいですよねガンガンに痛めつけちゃったダイビングもいいですよね。やったことないです悲しいよ。やはり髪の毛に日焼けは良くないですか？もちろんですね。もちろんですね。はい。髪だけじゃなくて日焼けは何にも良くないんじゃないですか。そうです。はい、植物ぐらいじゃないですか。太陽に浴びていいの。よいしょ。はい、じゃあまず塗り終わりですね。こんな感じ。ある程度手元に。お風量たっぷりですね。一番最初に260ぐらい作ったんですけど、プラスで60足してます。ちょっと余ってる状態で。まあでも後で使うかもしれない。このまま時間差を置かずに毛先いきます。時間差を置くメリットってそんなに今このネオメテオじゃなくて、どっちかというと薬剤調整もしくは後からの重ね塗りで調整したいんで、まずもう毛先いっちゃいましょう。この量に悩みすぎて、はいはいはい。ショートにしたいと思ったこともあるんですけれど、ほうほうほう近所の美容師さんにははい。重さでこうダン恥ずかしする方がいいと思いますって言われちゃったの。一理あります。そうなのやはり小学生中学生までしかショートにしたことなくて。でもその時代はされてたんですうね。ん、ショートっていうかお風呂おしゃれっていうよりもスポーツやってたのでもう無理やりカットされてる感じよね。無理やりカットされてる感じ。何もうそうのスポーツ水泳をやってたんですおよー。じゃあもうダイビングもすごいすごいじゃないですか。もうだから男の子のようにもう短くされちゃって。いいのいいえいや泳げますよえ泳げますよ泳げなそう。泳げますよ泳げなそう。泳げますって犬かき。できないいや逆に。難しくないですか犬かきそうよね顔出さなきゃいけないしね。僕でもスイミングスクールずっと通ってました。あと中学高校がめちゃめちゃ水泳の授業があったんですよ。なぜ？水球部がめっちゃ強かったんですよ。あーだからはい多分なんですけど、プールがうん常に水張ってる状態、いや部活があるから、うんだからすごいお金かかるじゃないですか。しかも水球のやつって、深いですよね。そう2メーター20とかだった気がする。うんだからもう水球の授業とかなんですよ、中学3年ぐらいから。あじゃあこうやってってことですかいやそんな簡単じゃないからマジでちょっと立ち泳ぎでずっといるだけでも相当しんどいのに。それこそ犬かき以上よね。いや本当ずっとねずっと足動かしてて、うんでなんかもう本当嫌でしたね、あの授業本当。うんあ嫌だったんですかだって結構しんどい。しかもこの水球の授業が木曜の俺のクラスは木曜の午後だったの、はい昼ご飯終わっ
ってそっからの午後の3時間はずっと水球の授業、3時間午後2時間か午後2時間かじゃあそれで終わりですか、午後の授業。午後の授業終わり、そっからサッカー部の部活なんですよ。そうだ。地獄ですよ体育会系の学校？大会明大中野っていうなんかスポーツはそこそこ有名な学校なんですよね。相撲とかあと体操とかも有名ですかね。野球とサッカーはそんなに強くないんですよ。まあ野球サッカーはね結構推薦とかでガンガンいろいろ集めてる学校が強いじゃないですか。私も一応高校は水泳の特待で行ってた。すごいこんなに言うけどそうなんすごいです。じゃないですか。もう地獄でしたわよ。今思うと地獄です地よね。獄ですよね。いやー、いまだにだって覚えてますよ、水飲めないサッカー部。ね、時代がそう時代昔。中田さんおいくつになるの？今年41です。この時代もそうでした？全然私たちの時代は特にもう水泳部でもダメなんですよ。うん。死んじゃいません？待って、サッカーだって死ぬのお前何バカにしてんのこの野郎。まだ水泳部皮膚からちょっと水分吸収できる吸収できる吸収できる。できないでちょっと苦しいじゃないですか、水泳。まあサッカーも苦しいから。息しないからね、できないからね、泳いでる間。いや、黙れ帰宅部なんですか。はい。部長。部長。なんだ部長って安全に帰宅してました。安全に帰宅したはい帰宅部の心得。安全に帰宅すること。だからちょっと事故とかしちゃうと、やっぱ反省文ですよね。安全に帰宅できてないから。うるさいわはい、塗り終わりました。はい、こんな感じですね。ということで、まずは時間を置きたいと思います。まあ、紙質的にも、しょっぱなから20分置いちゃいましょう。で、20分でどうにかなるとは思ってません。というぐらいの薬剤選定ですね。はい、じゃあ、それで時間を置きます。はい、20分です。ということで、チェックしていきます。はい、チェック方法はコーミングです。コーミングします。コーミングして、はい、これ、癖ですね。全然です。はい、これぐらい癖が残っちゃってると、まあ間違いなく伸びないですね。ということで、この部分は薬を追い足ししようと思います。はい、次、表面。はい、わかりますかね？ちょっと残ってるけど、まあでも、こんぐらい伸びてれば、もう少しかなって感じなんで、ここは足しません。要は表面の部分は足しません。表面あんまり還元強くしちゃうと、正直細かいチリつきの原因になったりするんで、ここは足しません。ここは全然残ってません。要は後頭部、この後ろのあたりは薬を足していきたいと思います。はい、次、もみあげいきます。もみあげ。癖は残ってるんですけど、ちょっとさっきも言った通り自立きがあったとこなんで、ここは逆に言うと薬を減力していきます。まだまだ、まあでもちょっといけるかな。時間ちょっとまだいけそうな気しますね。しかもこの 10.5 にインクラインを足した宿毛矯正剤ってアルギニンなんで、塗ってから時間が経ってくるとかなり薬のパワーが弱まってくるんですね。なんで、これに関しては、ここも結構しっかり伸びてますね。しっかり伸びてて、触って、でもまだパワーはありますね。ここはもうパシッと伸びるでしょう。こうして、まだ攻めれるな。これぐらいだとちょっとね、減力させたくなっちゃうんですけど、そうしなくてもまだいいかなって感じですかね。でもだいぶこうコーミングした時に癖がだいぶ取れてるんで、ここら辺も時間でいけるかなと思います。ここの表面なんかは多分もうバッチシ。これで流してもいいかなぐらいですね。OK。はい、ここも同じです。ということなんで、もう分かりましたね。ここの下の部分に強い薬、離島の H をですね、強い薬って言うとあれですね。離島の H を足していきます。ということでいきましょう。で、一番下のパネルはいらないと思うんで、ここの2スライス目からいきます。一番下は、ほぼ必要ないですね。ここも、まあいいっす。そんな必要ないけど、ちょっと塗って、ここまでですね。ここまでを離島の位置を重ね塗り。で、単純計算すると、まあまあ強い薬になるんですよ。バージンモもいけるぐらいの離島の位置なんで。ただ、その前に 10.5 のインクラインが乗ってることによって、アルギニンがもうだいぶ弱まって、pH が落ち着いてくるんですね。でアルカリ度自体も 1.5。で、離島の位置乗っけたとしても2はないぐらいなんで、そう考えると、そんなに緩やかな還元になる。で、安心して乗っけちゃってください。こんぐらい重ね塗る感じですね。ここですね。癖が結構、これです。これがなかなか取れないんで、しっかりと重ねる。揉み込んで、同じく一番下は外して、2段目ぐらいからいきましょう。これ強いですね。ここの癖が。はい、塗り終わりました。ここに離島の位置塗り終わったんで、あとは髪が弱そうなところに 7.0、弱そうなところって言うと違いますね。還元がもう結構いい感じになってるところに 7.0 重ねていくんですけど、毛先7にインクラインのコネクターのところは結構パワーが全然ある。こう、
弾力がむしろ出てきたと思うんで、ここは大丈夫です。なんで表面のちょっとパイ上げが出ちゃいそうな還元をあんま進めたくないところに、ネオメテオクリーム 7.0 単品ですね。こうやって重ねます。そうすることによって還元が少しスローになってくるんで、これをうまく使います。表面ですね。表面で一番紫外線とかを浴びて、ダメージレベルが少し周りより 0. ちょっと 0.5 ぐらい上がってるところにこう重ねます。結構ざっくりで大丈夫です。あんま細かい塗り方とかしちゃうと結局コーミングのストレスとかにもなりやすいんで、コーミングはもちろんノーテンションで引っ掛けないぐらいします。で、こっちですね。ここら辺はもうアイロンで余裕で伸びると思うんで、少し表面がさらに綺麗になるように。一応念には念をで、もみあげはダメージがあったんで、重ね塗り。でもってフェイスラインってやつですね。これもドライヤーとかの影響を受けやすいんで、フェイスラインにこう 7.0 重ね塗ります。スローにする。こうして表面のところ。表面を 7.0 を重ね塗る。で、もみあげいきます。もみあげを 7.0。よっぽどダメージが怖いとかブリーチ履歴がある。まあ、ハイライトは履歴あるんですけど、そんなではないと思うんで、あとは細毛でダメージ受けやすそうな人は 4.5 を重ね塗ってストップしちゃってください。はい、こんぐらい顔前ピッと。そしたらラスト、前髪一回見てみましょう。前髪もかなりいい感じなんで 7.0 です。ネオメテオのいいところはこうやって時間をかけていろんな複雑履歴というかエイジング毛だったり、あとハイライト、脱白髪染めが流行ってるんでハイライトしてたりとか、あとはアイロンのしすぎでダメージを受けてたりとか、そういった履歴にも全て対応できるっていうのがいいところですね。前髪もOK ですね。いい感じ。7.0 でスローにしとく。で、コットンを挟む。はい、OK です。じゃあこんな感じでプラス10分置きます。はい、30分。トータル30分ですね。重ね塗りの時間も含めて35分ぐらいですかね。行きましょう。もう一回。同じところ。一番癖の強いところ。だいぶ良くなったかなぐらいですかね。もうちょい。もうちょいですね。ここも。こっちはだいぶ。あとは心配になったら、一束取ります。はい、取ります。薬を取ります。はい、この時の癖をもう見る。まだこの、もうちょい細い方がいいですね。まだ絶妙に残る練りがあるんで、残り5分ですね。これがハイライトですね。まだ弾力はあります。よし。OK。なんで、ちょっと、この一番強いところ、離島の位置を足したところを含め、全部をこのインフォーム、浸透促進液ですね。で、さらに毛髪の強度も上げてくれるんで、これをもうひたひたにつけちゃって、で、全体コーミングします。もう泡だらけにしちゃいますね。ちなみにここら辺、もみあげ 7.0 でちょっと硬化する感じですね。いや、いい感じです。これだったら大丈夫。よし。ここまで時間を置かないんじゃないですか、いつも。そうでもないか、どうだろう。置くかな。意外と何度も触ってチェックしていただいて。そうなんですよね。もう時期によってなんか時間が変わる。これは多分薬変えてんのかな。毎回ちょっと、いや、多分紙質的にそこそこやっぱ難しいじゃないですか。毎回ちょっとずつトライ&エラーではないですけど、トライしてどうだったかっていうのをカルテに書く手法は意外にあるかもしれないですね。なんかそれをしていただいて。そう、すごい。だからもう本当に熱心なサロンさんだと思います。そうなんですよ。お別れが寂しいですね。なかなか。寂しいですけど、今度新たな出会いがこちらで。頑張ります。綺麗に伸ばしましょう。本当にまさかこれにね選んでもらえると思わなかったから。いや全然。いやでもね、いい感じのお写真でしたよ。癖にお悩みなんだなっていう。もう助けてでした。その美容師さんにずっと頼ってたんですけれど、他のところに行ったことがあって、その時は最低なことになって、ダメでした。ダメでした。合わなかった。一般の人と同じ時間でやってしまうともう全然ダメみたいです。なるほどね。そうですね。時間はかかりますね。だから本当に分かってくれてる方じゃないと。そう。もうゆっくりじっくりコトコトいくしかないです。これは。多いですか、こういう髪の毛の方も。僕は多いですね。他で断られた人結構来てます。他でチリチリになっちゃった人。よし、5分でいけるかな。色でいけるか。OK。強気に10分いきます。はい。嘘です。前髪やってません。この泡のやつシャンプーと一緒に使ってるんですけど最高です。やはりインフォームって本当にすごくて、ケラチンが髪の主成分っていうんですけど、さらに奥の奥の奥までいくと硫黄なんですね。でこのインフォームって硫黄が溶けてるんですよ。硫黄って水にも油にも溶けない成分なんですけど、特殊な特許製法で溶かしたって
っていうイメージで、それを毎日のシャンプー、シャンプーってアニオンって言ってどんどん浸透していくものなんですけど、それで内部に呼吸してくれるんで、それこそブリーチ毛とかの、あとエイジング毛とか、ものすごいダメージを負いがちな髪質をすごい強化してくれるんですよ。使うとなんか結構違いますね。そう違います、だからね爆発はするんですけれど、ちょっとアイロンかけたりすると多少落ち着いたりするので、前はそれがなくて、そうインフォームとノットシャンプーの組み合わせって結構僕、日本一の組み合わせだと思ってて、もうこれ以上ないと思います。すぐネットでポチりました。あとこれは僕の開発品ではないです。違うんですか？はい。そうなんそうこれアルテマシガさんのもう寄贈っ子みたいな。じゃあ10分置きます。はい。お疲れ様でした。長かったですね。よし。ほい、こんな感じ。流した感じ。これですね。はい、完璧です。はい。もう8です。まあとりあえず今日は毛先を少し切りましょうかね。こんなカットがいいとかあります？レイヤーって入れられる？もちろん入れられます。ちょっとね巻いたりして。了解です。ただちょっと今回は毛先のダメージレベルがいろいろ差があるんで、青まりレイヤーでいきましょうかね。はい。僕の代名詞というか、まあ鉄板のやつ。中間水栓、さっきトータル40分、施術時間入れてもまあ50分ぐらいで流してます。で流し中間水栓めちゃめちゃしっかり、まあ髪の量が多いっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃしっかりやってもらって、ヘマチン、シャンプーで 7.0 のチェンジリンスドロップで上げてきてもらってます。ということで、あとは今日はとりあえず軽やかにしたいんで、まず前上がりのレイヤーを切らしてもらったら、そのまま顔まりレイヤー入れて、そしてアイロンいきましょう。ということで、中間処理何度も言ってます。この動画、違う動画でも何度も言ってるんですけど、中間処理をひたすらしっかりとやってあげてください。メテオコネクターの5倍希釈とアクアの原液、ノットミストとリンクのオイルをパシッとつけます。で、ここの段階にパッドを挟むことによって、処理剤もしっかり浸透するのと、さらにクリープの時間になるんで、さらに還元がちょっと進んでちょうど良くなります。よし。すごいいい香り。すごいいい香り。そうですね。アクアってちょっと柑橘っぽい匂いがすごいするんで。よし。あとのミスト。オイルは最後につけます。さあ、いきます。ちょっとグッと下向いてください。グッと下向いてもらうことによって、襟足のところの皮膚を伸ばして、で、しっかりとね、綺麗なラインを作ることができます。さあ、で、チョップカットですね。チョップカットで、まあ、ちょっと傷んでるっていうのもあるんで、3センチほど前上がりで切っていきます。はい、よいしょ。軽くしたいですね、今日は。はい。こんな感じで前上がりになってます。ということで、センターで割って、はい、真正面向いてください。よいしょ。左右対称です。はい、ワンレングス前上がり切りました。そしたら、レイヤーですね。顔まりレイヤー入れます。まあ、フェイスライン、こうやって取ってもらって、前に引き出す。はい。はい、ここら辺。このフェイスラインに、この角度でレイヤー入れていきます。よいしょ。で、同じところ、後ろスライス取ったら、同じ場所で、0度ですね。0度。顔周りは0度で。で、こんな感じ。で、一番後ろまで持ってきて、はい。よし。左右対称です。まあ結構スタンダードなカットラインなんで、カット解説はちょっと今日はあまりに宿毛矯正のボリュームが多そうだったんで、少し簡単めにしたんですけど、一番まあ愛されるレイヤーですね。失敗も少ないし、自分でやって、あ、すごい変わったって思ってもらえるのがこういうワンレングスの顔まりレイヤー。慣れてきたらね、結構下の方からレイヤー入れたりとか、いろいろアレンジしてもいいかなと思うんですけど、今日はね、まず宿毛矯正を成功させて、いかに扱いやすい髪にするかなんで、これぐらいのカットが一番いいと思います。2回目、3回目の宿毛矯正とかなってきたら、今度はね、じゃあここは丸くするためにいろいろ柔らかい薬使おうとか、時間を変えようとか、すごいそういうアレンジをしてやっていけばいいんですけど、今日はとにかくいらっしゃった時のボリューム感がすごいことになってたのと、まあすごい暴れてたんで、まず今日はツヤツヤの、もうほんと毎日が楽に楽しくなる髪にしましょう。よいしょ。はい、毎日大変でしたよね、絶対。大変です。絶対ね。もう憂鬱になります。憂鬱になる。さあ、じゃあこれでオイルつけて乾かすんですけど、乾かしたら癖が出るんで、もちろんブワってなります。それをアイロンで押さえていきます。リンクのオイルですね。
でもって宿毛矯正のドライは毛先から乾かして、根元にちょっと水分が残ってるぐらいでもいいんで、といってもびしゃびしゃに濡れてっちゃダメだし、アイロンでいきなり蒸気が出るぐらい残ってちゃダメなんで、見た目乾いてんだけど触るとひんやりする程度を目指します。毛先はハイライトも入ってて、あとはストレートがかかってたってこともあるんで、しっかりがっつりドライです。乾かします。はい。じゃあ後ろお願いします。はい。じゃあ乾かして、毛先軽くブローしてます。要はカラッカラに乾かしたいんで。ただ、乾かすのがなかなか大変でしたっていう話を今モデルさんとちょっと笑いながら話をした。はい。こんな感じです。ドライです。根元は。こっから先ブローしてあります。で、こんぐらい伸びてれば、まあ、勝ちはもう見えたんじゃないでしょうか。はい。ってことでアイロンします。アイロンもさっきのブロッキングと一緒です。表面だけ取ってあげて、一番強いところにしっかりプレスをしてあげる形ですね。あ、ごめんなさい。オイルもう一回つけます。でもってこういう後頭部が難しいお客様とかモデルさんの場合は僕が後頭部に入ることが多いですね。サイドの方がね比較的簡単なんで、もみあげだけちょっと一緒に気をつけてもらえれば難しいことはないかなと思います。ということでこうして、でアイロンはラディアント200度でいきます。普通のアドストとかだったら180度でいいかなと思うんですけど、ラディアント熱の伝え方がゆっくりなんで今日は200度でいきます。ソーケットがよっぽどダメージモーとかだったら190度かなとは思うんですけど、で一番下ここに関してはプレスしません。ダメージ起きやすいところなんで、ツインブラシでしっかりと根元から挟んでスーッ、はいはいと次いきます。はい、ここら辺からですねしっかりとプレスして伸ばしたいのをグッと掴んであげてキュッ引っ張る。でプレスです。ちょっと力入れてます。と言ってもラディアントそこまでプレス力がないんで、あと若干クッション効いちゃうから、ゆっくり熱を切って、中間抜けないように、ここまで。で、ここからする。そう、9ヶ月分ということなんで、しっかりそこもオーバーラップできるように。これがね、抜けやすいんですよ。中間部癖が残るっていうのが一番タッチ悪いんで、やり直しもすごいしづらいし、なんで、絶対に一液のディバイディングラインをちゃんと守るっていうのと、あとはアイロンの抜けがないように。特にこういう癖のモデルさんは、中間部かなり癖残りやすいです。ゆっくり熱をきで中間部までいったら毛先する。これぐらいですね。こっちだと思います。2人で行きましょう。綺麗になります。なるといいですねとかじゃなくて絶対になるこれは。お願いします。年々薬の進歩ですね。これはすごいですよ。この薬剤は本当に事故がなくなりましたね。僕この完成品で事故ったことゼロです。まだ毎日びっくりするぐらいいろいろやってます伸びなかったはよくあります。伸びなかった癖が残っちゃった。はい、でもそしたらもう一回やればいいんで、あんな問題はない。一番の失敗はビビり毛になってしまったが怖い。だからどうしても全国セミナー回っていく中でビビり毛になってるお客さんすごい多かったんですね。で特に数年前から酸性宿毛矯正が流行ってて、でそれワードが先行しちゃって酸性宿毛矯正イコール傷まないみたいな感じになってたんですよね。だからそれで、ここまでの知識もなく酸性宿毛矯正に手出してお客様も分かんないじゃないですか。酸性だから傷まないって聞いたって言ってやってみたらジリジリになっちゃったとか、全国僕結構いろんな人から公式 LINE でご相談とかね受けるんですけど、お客様ビビり毛に酸性矯正をしたらビビり毛になってしまったとかいう声めちゃめちゃ多くて、でやっぱりもうこれ宿毛矯正はもちろん酸が必要な時、酸性が必要な時もあるんですけど、基本的には中性から B アルカリでいた方がいいよねっていう形もあって、それも含めて全ての pH をコントロールできる薬剤っていうのを開発したんですよ。なんでこれがねいろんな美容師さん今使ってくれてる人多いけど、本当にやっぱもう感動の声をいただいてありがたいですよね。ビビり毛を作らない宿毛矯正、早くだからいろんな人がマスターしてほしいですね。配合とかがやはりね、配合とかですね。配合とかは僕は常にずっと YouTube と、あとは美容師さん専用のオープンチャットで発表し続けてるんで、それも参考にしてもらったりね。やはりでも人によって髪の毛によってその絵も変わるんでしょ。はい。ただそんなにパターンないからもちろん変えるんだけど、じゃあ500通りからこのお客様に合ったものを選んでくださいとかだったら難しいじゃないですか。何パターンくらいある？でも王道が3ぐらいでアレンジが7ぐらいっていうイメージですね。その10パターンぐらい覚えればほぼ全部のお客さんいけます。でもカラーどうしましょうかね。でもこれ痒くなったりするっておっしゃってたんですけど、前回は普通に染めてます？地肌に塗らなければ大丈夫なんです。基本は、じゃあちょっとだけ浮かせるというかギリギリ攻めるような感じでベタ塗りしない感じでいきましょうかね。前回
はね全然痒くならなかったんですよ。はいはいはい。なんかシューってスプレーみたいのしていただいて、あオイルと今回1ヶ月半ぐらい前すごい伸びるの早くてやった時はすっごい痒くなっちゃって、すごい痒くなっちゃって。ヒリヒリしちゃったんです。ああ、ちょっとギリギリのところをゼロテクで攻めます。はい、よかった、やっとおしゃれできる。ちょっと待ってください。一応まだ観察。もうね、髪の毛がもうあの状態だと何をやる気も、そう、お洋服も何も着られない。まあね、そうなんですよね。毎日 T シャツで過ごしてる。でも可愛いです。なるほど。まあでもあれですよ。僕も長年やってるんで、もう合ってます。はい。よかった。大丈夫かなとか思わないぐらいには、だから結局は一液なんですよ。一液の選定と時間、まあ豆腐もそうなんだけど、このアイロンはもうそんなに、もちろん熱入れの仕方とか大事なんですけど、ぶっちゃけすごい素人の人がやっても伸びます。だから綺麗な面を作れるかとかはそのテクニックになってくるんだけど、あとは微妙に一液の甘いところとかはアイロンを強く当てることによって伸ばすことができるんで、そこら辺の蓄毛矯正とか上手い人ってそこら辺の微調整ができるんですね。リカバリーというかね、ただただやるんじゃなくてちゃんとね見極めてはやってるんですけど、もうとにもかくにも一液ができてないともうこれ何しても無駄だし、一液ができてれば気も楽です。アイロンすごいね、美容師さんって。いやいやいや、むしろ逆にこれしかできないんであれですけど、これしかできない。これしかできない。いや本当にそうね。本当これしかできないです。これ以外の仕事絶対できない。本当研究熱心な方が多いですよね。そうですね。今特に SNS とかも使って発信してる人もいれば、ね、そうやって毎日勉強したりとかもできるし。だからまだね、私がそちらの美容師栃木の美容師さんにお世話になってる頃も YouTube 永田さんの見てて、あ、そうなの？私も見てますって話をしてて、それがもう1年ぐらい前ですもんね。あ、そうなんですね。出たのかな、セミナー。あ、セミナーにご来場して可能性はゼロじゃないですね。小山ならありえそうな。場所的にはね。場所に小山近いですもんね。近いですね。懐かしい。小山セミナー。いろんなところ行けて、来週ですよね、沖縄行く。来週沖縄です。F 来てます。そっか。これもしかしたら中止になるんじゃねえかぐらいのドンピシャですね。沖縄はそう飛行機が飛ばないことあると大変ですから。これ大丈夫かなとも思ってるし、今回モデルさんが募集したらすごいいいモデルさんがお願いしますって言ったら、じゃあ宮古島から行きますってっていうぐらい。あ、そっか、来られなかったら大変よね。もし沖縄で開催できても、モデルさんが来れない？あ、受講生の中からってことですかね。そしたら国際通りでナンパしよう。あ、なるほど。ちょっと癖が出てる人に「すいません」っつって「怪しいものじゃないんです」っつって。超懐かしい。モデハンですか？でもそんな雨降ってるんだけど出てますかね、外。確かに。台風もあれですよね、僕らこういう関東の人間って若干舐めてるじゃないですか。で沖縄の人は完全ボビーになっちゃいますからね。だって一回怒られたんですもん。まあ普通に20代の頃お店に太郎にバイクで帰ってたんですよ。で今夜は台風だってなったんだけど、普通にバイクで帰ろうとするじゃないですか。そしたら鹿児島出身の女性のスタイリストに「何バカなこと考えてんの?」って言って「っつって「これだから東京の人は」っつって台風をなんかバカにしやがって、舐めやがってっつって。大きさが違いますよね。そうこっちに来る時ってそんな強く、もちろんね被害受けたりしてる地域もあるんでなんとは言えないですけど、でもそんなに大きいのって関東来ないですもんね。じゃあモデハンかな、国際通りで。国際通りでモデハンしようぜ。ちょうど雨降ってたら癖出てるし、完全出てるし、完全出てるよね。めっちゃ出てるし。なんとなくわかりますかね。串を通されてる感覚でわかる。わかります。ここに映ってる姿でももうちょっとね全然違います。来た時のバン。来た時本当わかりやすかったですね。オイルも何もだからつけないで、朝犬の散歩しながらどんどん広がってくる。暑いですからね。今日は暑いしね。でちょっと湿気があったのよ。あ、そうですね。大丈夫です。明日からもう犬の散歩してワンコもちょっとスピード感あふれる散歩になるかもしれない。どんどんあーちゃんと同じ髪型になってしまうね。ボってなって。白髪染め、前回は白髪染め入ってそうな感じなんですけど、あんまり入れていかない感じで今後いく感じですかね。できれば。そうですね。だったら加減法を使ったファッションカラーで染めていきます。することによってもう全然結構しっかり染まるんですよ。すごいでも多いじゃないですか。これでも大丈夫。多いからこそ、いいんですか。今日はファッションカラーで染めるとハイライトみたいに見えるので、僕はね結構おすすめですね。自分が白髪になることを若い頃は想像しなかった。ですよね。こればっかりは平等に訪れましたね。合ってるね。今の俺のせいじゃないと思うよ。いや本当に自ら来たでしょ。絶対お前今自分から来たでしょ。嘘。大丈夫、やけどしてない？
ごめんねって。ごめんねって嘘でしょ。言ってもらっていいですか。ごめんねごめんね。いつものやりとりだ。仕事してて楽しいでしょう。いえいえ、もう本当楽しくてしょうがないです。今いいどっちの家ですか。楽しいです楽しいです。本当楽しそう。これに水木が加わりますからね。ねえ、はい、あいつも面白いですよ。そっか、うん、今日はこれだからいらっしゃらないのね。YouTube の撮影で、この後さっきもちょっと言ったんですけど、水木の撮影でやって、水木の撮影ってブリーチなんで時間がそれこそ読めない。いや僕も読める方だったんですけど、今日はちょっとすいません。ちょっと1時間ぐらい押しそうだから水木に連絡しました。まあでもそれでもね、いいものができれば。ありがとう。さあ前髪に行きます。私前おでこがすっごい狭いんで、ちょっと前髪難しそうですね。難しいんです。どうしたらいいの。アイロン変えます。悩みばっかり。いえ見えるかな。アドストの DS ちっちゃいやつ。そうスリム。その前が DS って書いてある。ゲーム機を思い出します。こうね。DS わかります。俺スイッチ派だから。いやいや、昔のやつ思い出します。スイッチ持ってないでしょ。本当最低でした。いやスイッチがずっと欲しいっつってて、で別に僕ゲームやる時間ないから、とりあえずあそうなんだいいじゃんっつって言ってたんですけど、でなんか有機なんちゃらが出るまで待てばみたいな。ちょうどね、来月有機 EL が出るみたいな時で、綺麗に映るんだ。綺麗にそうだからいいじゃんそれでいう話をしてる最中で、僕はその1ヶ月後ぐらいに有機 EL が発売されたぐらいにバーで飲んでたら、隣に仲いい人がいて、 Amazon かなんかで買える権利が送られて、なんかそうなんかある。プレステとかスイッチとかって結構買えないから、マモもそれを言ってた。あ本当、そうそれでもうその人持ってたみたいで、ながっちゃんって言われてるんですけど、ながっちゃんちょっとこれ当たったんだけど買うって言われて、いや今買えないからいいと思うよって言われて、ネットもつなげばできるしみたいな、で買っちゃって買ったって言ったらはぁみたいな。でもそんななんかいらないならその権利別に譲ってくれてもいいのに、そっから。いやじゃあゲームはあれなんだけど、あれなんですよ、アベマとかそういうのも見れるっていうのが分かったから、スイッチでそうだから進歩してるんだ。だから年末年始の格闘技は、年末の格闘技はそれで見ました。きっといつかくれるわよ。自分で買います。多分買わないですよ。買いますよ。多分そんなやる時間が、夏休み前とかに買うのかな。そうです。いやだって別に今もう普通に買えますよね。思うのね。最初だけ買えないのよね、あれね。転売の人とかがいるんでしょうね。クリスマス前に販売したんでしたっけ。あ、わかんないどうなんだ。なんか孫がね、クリスマスに欲しい騒いでたような気がするの。お子さんは欲しいですよね。お孫さんいらっしゃるんですか。そこもびっくりだ。もうすぐ中学生。中学生。そうなんです。そうなんです。だからね、7月1日には一緒に米津のコンサート行くんでね、髪の毛きれいにしとかなきゃ。あ、7月1日。じゃあそうですね。バッチリだと思います。超よかった。小学校6年生なんだけど最近全然遊んでくれなくて。そういうものがないと。そういうものがない。そう一生懸命ついてくのに頑張ってますよ。話題に置いていかれないように頑張ります。頑張ってくださいね。孫に好かれるように。そう。もうでも中学生になったら遊んでくれなそうだから今年が最後かな。まあね、友達がね、そう友達同士でどっか行くとかいうのが出てきますからね。そうよね。そりゃそうです。残念。こればっかりや。だって僕ら自分たちもそんなにばあちゃんと遊んでないですよね。じゃこれでカラー準備してきます。これだけでも少ない感じです。これがでも一番アイロン後なんであれですよ。これでカラーして固定して流した時に綺麗なのが理想ですね。こんな感じでカラー準備します。はい、じゃあ今日はグレーカラーを使わない、白髪染めを使わないでしっかりと白髪をカバーしていくカラーをしようかなと思います。はい、配合で明るめ12シルバーと3スモーキートパーズを2対1で 6% です。いつもの天才と頭皮保護ですね。しっかり入れてかゆみを防ぎます。はい、メテオコネクタ、今日はちょっと根元なんですけど、ご覧の通り1材で120作ってます。先ほどの反省を生かしてます。はい、コネクタ2プッシュのフォーム2プッシュ、はい、メテオ GL 入ってます。メテオ GL がフリオキシル酸、レブリン酸、あとはグリ誘導体、ソルピトールと入っててエアを生んでくれます。で、今回は根元をまず染めます。ゼロテクで染めます。頭皮がセンシティブということで、ゼロテクで染めて、その残液はどんぐらいかわかんないですけど、そこをちょっと見ながらですけど、残液にトリートメント、メテオの GL をさらに足すのと、メテオマテリアルを足す。さらにジェルオキシですね。アマリスのジェルオキシっていうのを足して、手先の薬にします。で、もし残液が足りなそうであれば、そこに 7.0 クリーム、ネオメテオの 7.0 クリーム
リームなんかも入れて、とりあえずはトリートメントのような形で若干の色素が、根元の色素が半分ぐらいの薄まった感じで入ってればいいかなと思うんでやっていきましょう。はい、塗っていきますね。はい、お願いします。はい、ゼロテクでいきます。終わりが見えてきました。白髪の染まる率は半分ぐらいだと思ってください。はい、でも全然馴染んで綺麗な色になると思いますんで。これを一人でやろうと思ったらやはり気が遠くなります。まあでも逆にもうここまでできちゃってれば、頭使うことがないんで、ただ手を動かしてればいいだけだから、まあそんなにですね、最初の一液さえ慣れちゃえばあれさえね慣れちゃえば、逆に言うと今日あれやったじゃないですか、あれを参考に次回若干強くしてもいいんですよ。あ、なるほど。要は後頭部の癖が残りがちだなっていうのが分かれば、次回じゃあそこの薬をもう一個パワーを強くするってパターンもありだし、要はビビり毛にならないために結構保険をかけながらする宿毛矯正なんですけど、ここはリスク取っていいところっていうのも出てくるんで、次回からはそういうのもなかなかいいかなと思います。まあ薬剤の進化ですね。ただ乾かすのとかは洗う流すのとかはやっぱ時間かかるねはい、なかなか。青森もゼロですか？全部ゼロでいきます。はい、根元塗り終わったんで毛先の薬作っていきます。はい、メテオコネクターハウタも入れてきます。あとジェルオキシも大体 30% ぐらいの量ですね、入れてきます。よし、じゃあこれで時間を置きます。はい、あとは流して終わりです。はい、時間が経過したら、ヘマチンとクエッチ、インフォーム入りのシャンプーっていうのは、いつも通りで、コネクター原液つけて 7.0、4.5 チェンジリンスコアミです。お願いします。お待ちください。お疲れ様でした。はい。わかります？白髪が、ちょっと染まってないのわかります？よく見ないとわからないよね。そう、これがカラー剤で染めるからよりナチュラルになるし、ダメージももちろん少ないし、新しい白髪が生えてきた時にすごく目立ちにくいということで、あとはノットのミストを通常の人に2倍つけて乾かしていきます。多めにつけた方がいいんですね。これはいっぱいつけても問題はないです。問題といえばちょっとお金がかかるぐらい。そうそうそう、それぐらいです。でも普通に通常8プッシュぐらいをおすすめしてるんで、14プッシュぐらいにしてください。はい。多い分ね。はい。そればっかりはね。ただ今日結構この後少し量も取るんで、はい、そこまでやんなくてもいいかもしれない。はい。ちょっと量取りましょうね。お願いします。よし。でミストとオイルつけたら一回荒葉の櫛を通してあげるとミストとオイルが吸着してくれるんで、はい、おすすめですね。もうでも分かります？分かります。全然違う。多分前のみで分かると思う。OK。乾かしましょう。はい。お疲れ様でした。完璧じゃないですか。またね。あ、どうぞどうぞ、いいですよいいですよ。今度はここ。ここ。ポコポコが。そう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 。ポコポコが。全くないですよ。よし。もちろんですがアイロン入れてません。これですこれです。これですね。これです。いい感じです。毛先の硬さは以前の宿毛矯正の硬さが若干残ってるんですけど、ある程度触っていただくと少し柔らかくなったかなと思うんですけど、今後この根元のネオメテオの成分が今日やったのここじゃないですか。ここが結構こう柔らかく、わかります？こう曲がる。そうそう。でちょっとこっから先が少し硬いのわかります？わかります。そう、これは宿毛矯正の種類なんで、これがなくなるまでこうリタッチをしていけば、例えばこれもこんな感じで曲がる。ちょっと今張りも出てるんですけど、でここら辺はわかります？わかります。そうだからこの柔らかいのが毛先にくればもっといい感じになるんじゃないでしょうか。ドライカットで量を取りつつお願いします。多分ブローでこんぐらいまで来れるってことは、ある程度量を取っても爆発したりしないと思うんで。そうなんです。これね、基本的に癖が取れてないのに量を取ると一番 NG パターンなんで、もうほんと量がねちょっと時間かかりましたね。なかなか毎日乾かすのも大変だと思うんですけど、頑張ってください。今日から楽になるんで、今日から明日からで必ず1週間はアフターカラーフォームゼロをシャンプー前に使ってもらって、残留アルカリを取ってください。追加注文しといたから。ありがとうございます。そう、これがね、この毛先の硬い矯正がなくなってくれればバッチリなんで。これがなくなるとショートカットとかもできるんですか？難しいかな。できるけど、いやできます。本当？バッチリできるんですけど、髪の量的には3週に1遍カットになるかもしれない。そこですよね、難しいのが。でもね、多分問題なくは全然できる。カットだけちょっとね頻繁になっちゃうから、全然できるし、この宿毛矯正が効いてれば本当にこの曲がるっていうのがでかいですよね。すごい、そういつもピヨンって。そうなんです。
だからそれがしっかりとできてるんで問題なくできるけど、毛量的には毎回だからがっつりカットというよりはだいたい6週に一遍でいいと思うんですよ。ちゃんとするカットはちょっとすくだけっていう日を作った方がいいですね。何週に一遍。あ、それショートにしたら。ショートにしたらそうちょっとすく。この場合でしたらどんな感じですか？もう全然僕のカットだったら正直半年ぐらい持つと思いますよ。はい、カラーだけでいいと思う。でもきっと絶対いじりたくなるわね。まあね。いや、皆さんね、そう、髪質が良くなると、元からこうだったんじゃないかと勘違いしてしまって、いろいろやりたくなってくるんですよね。まあ、それはそれでいいと思うんで、いろいろ試してね。そうですよね。はい。だからショートもね、絶対1回はチャレンジして、で、うまくしっくりはまる可能性ももちろんあるから、よいしょ。スライドカットで。せっかくね、綺麗に整えたのを、すきばさみでいっちゃうと、センニングシザーとかでいっちゃうと、ちょっとザラつきが出ちゃうんで、少し内側を結構スライドカット。よいしょ。このカラーだったら半分以上は離島のカラーっていうランレアルカリを有利してくれるカラー、アルテマのカラーなんですけど入ってるんで、かなりねダメージを抑えられると思います。なんかちょっと白髪染めしたとは思えない手触りじゃないですか。そうなの。そうなんかちょっと乾燥しません？白髪染め。あ、します。そう、それがね少ないんで、もちろんいろんな、ね、処理剤とかも入れてるっていうのもあるんだけど、かなりおすすめのカラーですね。カラーは多分おそらくですけどちょっと頻繁にされると思うんで、伸びるの早いのでそう少しでもねいい成分っていうの。あとはなんだかんだホームケアですね。今結構使っていただいてるっぽいんで。もう限界になってたからね。なんか書いてありましたよね。宿毛矯正をなかなかかけられ迷ってるって。そうなんです。だからね、こちらもともとやっていただいた美容師さんのところだったらこの髪質を分かってくれるんですけれど、やはり分からないところに行ってしまう。いや難しいかもね。一般の方と同じ思いでやってしまったら絶対うまくいかないなっていうのが分かってて、過去に何度か失敗もあるんじゃないですか。ありました。これは直人さんに頼るしかない。これはねだいぶ綺麗に。あとこれが完成じゃなくて一応ねメテオが入ってるんで、メテオ GL ですね。メテオカラーになってるんで、それでアイロンでちょっとサクッと最後仕上げしますんで。前髪はご希望ございますか？どうしたらいいでしょう。せっかく今落ち着いてるんで、普通に下ろす感じでしちゃってもいいのかなと思います。そうですよね。そんな感じでしてたんですよ。はい。ここに流す感じ。いいと思います。下ろしとけばこうやってできますよね。できます。了解です。ちょっと耳の後ろだけセンニングシザー入れて量を減らせる絶好のチャンスなんで今日は。横に流すためによいしょ。逆方向にでこのサイドと前髪の間はちょっとセンニング入れます。よし。ちょっと軽く熱入れしながらアイロンでレイヤーを生かしていきましょう。前髪をまず温めたら逆方向、軽くワンカール作っちゃいます。普段はいろんな巻き方して大丈夫なんですけど、今日はねどっちかっていうとストレートの状態をキープしたいんでワンカール。これは何度で巻いたらいいんですか？これは160でいいと思います。はい。なんとなく完成が見えてきましたね。まあ宿毛矯正自体はねこれどんどん良くなりますね。毛先がこれが落ちてくれば、サロンさんが悪いわけではなくて、これをやらざるを得なかったとは絶対思うんで、要は僕も多分以前だったらこれでやってるんだけど、このネオメテオが出たからこうやってさらに柔らかくいけるようになったんで。その代わりね放置時間はめっちゃかかって癖が強いパターンの続きは。放置時間？釣り置く時間です。はい。今日結構置きましたもんね。そうですね。全体をふいっと。そうするとちょうどレイヤーがいい感じになってると思うんで、でもって表面メインで根元の熱入れだけしちゃってます。これはメテオ GL の効果を最大限に発揮する方法ですね。メテオカラーってやつです。ということで今日は少しね髪ホールド力が欲しいんでバームだけだとちょっと硬いんでデンソイルちょっと
動きもありつつ手束感もあり、さらにボリュームが収まったっていうのをちょっと見ていただきたいんで、よーくなじませます。そう、つけてすぐ終わりじゃなくて、こうやって何度か指を通してあげないと馴染みは悪いと思うんで、ついてるところとついてないところがないように均一に全体に馴染むようにしてあげる。よし、ちょっと一回クロス取りますね。レイヤー、色ですね。まず色とレイヤー具合と頭のボリュームのなさが、いい感じ。このぐらいのレイヤーで結構おしゃれだと思います。いいですね。そう、今日はワンカールなんですけど、いろいろリバースカールとか試していただいてもいいと思うし、でこれもちょっとこう前に持ってきてあげると、こういう感じで少しタイトにしてあげて、動きですね。こういう感じでいけるかなと思います。ありがとうございます。いや、ビフォーアフ並べたいぐらいですね。並べたい。並べられたら並べときます。お願いします。ちょっとね、ここ最近のっていうか一番いいなと思うレイヤーは、ここに少し空間があるといいんで、もみあげあたりを。これは何ハードですか？これは、履く前のスプレーなんですけど、これもちょっとポリマーが入ってるんで、少し固定される感じですね。ここら辺が顔周りのレイヤーで、こういう感じです。前髪からこう流れるようになってて、ここ内側がレイヤーが入ってる。はい。でですね、宿毛矯正したところっていうのがここです。メテオも全部効いてて、で後頭部のボリュームすごいボワーってなってたのがピタッと収まってるっていうのが今日のネオメテオでした。だいぶ小さくなったんじゃないでしょうか。こうアップにすると、そうですね、かなりボリューム感もなくなって違いますね。はい、そんな感じで今日は。ありがとうございます。白髪も全然目立たないですね。これぐらいがいいんですよね。そうですね。そうこれでまた生えてきますからね。お疲れ様でした。ありがとうございます。すみません、お時間かなりかかっちゃった。お疲れ様でした。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、よかった。いい感じです。ちょっと後ろシルエット。別人になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございました。忘れ物ないように。なかなか。自体は大変じゃなかった。時間ですね。時間ですね。3人とかでやれば。内側手入れた時に違くないですね。内側指入れると全然違いますよね。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エレベーターに人が乗ってたんで、いつもとはちょっと違うエンディングです。お疲れ様です。お疲れ様です。俺今日肌ツヤがいいじゃん。いつもですけど。失言だね。はい。おこですね。ちょっと汗かいてるだけでしょ。違いますよ。今汗かいてないでしょ。はいはい。ファスティングじゃない？違います。ファスティング中は？でも痒かった時は痒かった。毒素です。はい、結構大変かかってしまいましたが、はい、バッチリ仕上げることができましたっていう感じで、またバイバイ。